さて、見た目がゼルダ風の無料 MMO ハクスラが Steam でベータ版開始とのことで、今回はカラミティの紹介を行います。こちら好きな人にはたまらない作品です。やや昔の MMO みたいなイメージでスローペースな立ち上がりの大器晩成型アクション RPG です。ゲーム性は至ってシンプル。敵を倒して装備を奪いキャラクターを強くする。ただそれだけです。スキルツリーもステータス割り振りもありません。レベル上げとドロップ品のみが成長につながり、序盤は超渋いです。2時間遊んだ程度ではレベルが1から3までしか上がりません。装備品もなかなか落ちません。スキルはクールタイムがあり、マナも使うし、連打も効きません。回復は敵からポーションがドロップしないと非常にゆっくりです。一定時間戦闘を行わない状態が何秒か続くと、自動回復量がアップするバフに頼らざるを得なく、万全になるまで待機時間が発生します。現代の高速な展開に慣れてる方は、早々に離脱してしまうかもしれません。といった厳しい序盤ながら戦い方を工夫することで少しでも楽に進める方法を編み出せます。同じ強さの武器でもついているスキルはランダムであり、近接あるいは遠距離の敵に対しどれを用いたら効率よく倒せるか模索する戦略を練る楽しみがあります。また装備ドロップは非常に渋いものの、それでも入手できた時、鍛冶屋で同じ種類のものは合成できます。プラス1からプラス10まで強化でき、与えるダメージがどんどん上がります。それにより少しずつながら敵を倒す速度が上がります。難点としてはプラス4あたりから成功率が 100% ではなくなり、合成に失敗するとマイナス1されてしまう悲劇が待っています。プラス10にするには相当難しそうです。無料ゲームなのでもしかしたら確率を上げる課金アイテムとか登場する可能性はありますが、現状はベータ版でそういう要素は見られません。序盤に使えるスキルは2つまでのところ、装備が揃うと最大6つまで使え、手数が増えます。敵もそれだけ素早く大量に倒せ、アイテム入手量も増え、どんどんゲーム速度が加速します。もちろんスキルを使うには MP も必要なため、マナ回復用スキルや追加効果があれば優先的に取得したいところです。といった序盤の苦しさを乗り越え、安定して大量の敵を倒せるようになった時、それがこのゲームの第一の面白いポイントです。はじめはその段階を目指し、昔ながらのじっくり育成を進める形となります。その次はいかにアイテムを大量に集め、どう強くするかを楽しむ段階になります。攻撃は範囲指定のものが多く、私は今回マウスで遊びましたが、腕がつり気味になりました。パッドで遊べるなら疲れずに遊べそうです。ロードアウトは4つまであり、好みのスタイルにさっと切り替えて戦えますが、スキルのクールダウンが必要になります。切り替えている間にクールタイムをカウントさせることはできないばかりか、またマックスに戻ってしまうため、敵がいないところでチェンジするのが主となります。クラスは戦士、魔術師、弓使いの3つがあり、使う武器に応じ、クラスも同時に変更されます。剣を使えば戦士用の経験値、魔法の杖を使えば魔術師の経験値を入手できます。序盤の渋さを考えると、まずはどれかを集中してレベルを上げた方が良さそうです。装備合成の鍛冶屋以外の施設としては、まずオークションハウスがあります。他の人とアイテム売買が可能です。このゲームの全てのアイテムが取引できます。次にリロール屋もあります。装備品の好みのスキルはロックし、不要なスキルはランダムで別のものにできます。他に宝石スロットもあり、最大5つまではめ込み装備を強化できます。見た目はスーパーファミコンあたりのゼルダ風の景観であり、木やダンジョンの表現を参考に作られていることがわかります。ただし序盤装備がなかなか集まらないということで、下手したら何時間も裸の見た目の状態で戦う羽目になります。とてもみすぼらしい時間が続きます。レア度の高い装備を入手できるほど見た目もゴージャスになります。といった突如昔ながらの MMO チックのバランスのアクション RPG が登場したわけですが、参考にした作品はウォークラフト、リネージュ、ディアブロ、アルビアンオンラインあたりだそうです。マルチで3人まで一緒に遊べ、経験値が共有されるならゲーム進行速度は3倍になりそうです。チャットも可能なため、街で一緒に行く人を募っても良さそうです。今のところ日本語はありません。初めのステージ4くらいまではちまちま敵を狩っていきますが、ステージ5から急に大量の敵が襲ってくるため、ガラリと戦略を変える必要も出てきます。大量な分、経験値も稼ぎやすそうでもあり、常に適した狩り場を見つける楽しみも出てきます。こういうのがいいんだよと気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。軽めのゲームのため、お使いの PC でも遊べるかとは思います。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。まずはクラス選択ですね。ちなみにこのゲーム始めるためには
アカウント作成が必要で、ちょっと手間がありますね。まずはメイジ、ウォーリアー、アーチャー。3種類か。じゃあメイジで行ってみましょうか。始まった。チュートリアル。ライトクリックで移動かな。あとインタラクト。レフトで攻撃。魔法を唱えられる。他のプレイヤーにもアクセスできる。はじめは、棒人間みたいですね。技はここら辺ですね。QW。まず話してみるか。さらに、なんか使う武器に応じて、そのクラスの能力が上がるのかな。インベントリー。これがスキルで、ZX がアーマーからのアクティブスキル。それとホットキーズフォーポーション。TG がポーション。設定変えられるのかな。 A がオートアタック。S がストップオートアタック。マップが M。セッティング。キーバインド。これがインベントリーである。はじめから防具を持ってんですかね。ダブルクリックで装備。いきなりエピック武器ですね。あとこれら鎧にもスキルがついてんのかな。マナシールド。あとはフェイズベイル。内容がわからん。ダメージを減らすのかな。一回使ってみようか。フェイズベイル。使ってみた。使って、ここに表示されてるね。バフアイコンが。マナシールドはこのディフェンスじゃないの。マナーを消費してダメージを吸収する的な、そんな感じもするけど。あと技が4つ。これ戦闘で使ってみましょう。早速敵かな。まずは Q だ。暗い。あ、範囲技のようだね。Q 使ってみたけど、どうなった。動きが止まってる。さらに W。落とした。一発で倒した。通常攻撃でね。矢印があるけれど、そっちになんかいんのか。これ罠。あ、敵がいんのか。W。押してみた。あ、W はテレポートだ。あと E で、こうかな。お、違う。暗い。なるほど。範囲内を一定時間、燃やすんだ。初めから強すぎる気がするんだけど、これはチュートリアルだから。すぐ奪われんのかな、武器は。あと R。これも範囲技か。当てて一発で倒して、なんか回収したガラクタかな。コモンマテリアルズ。なんか使えそうだね。クラフトあたりで。今とりあえず、レフトクリックの一発で、さっと倒してしまいますね。あとはマナシールド使ってみるか。マナシールドだいたい15秒ぐらいかな。さらに回収。マナポーション。ポーションは T か G。これだ。G がマナ。ボス戦か。すごい、敵が弱すぎるやっぱり。というか武器が強すぎるんだな。チュートリアル完了。さあまた、すっぱだかのようだね。これ他のプレイヤー。なんで横に並んでるんだ。まずはどこに行けばいいんだ。この武器は2つの技がありますね。アーケンエクスプロージョンにアイスブロック。アドベンチャー、ルートドロップ。はじめはこっからかな。ディフィカルティ1。どんどん難しくなるんですかね。こなすにつれ。これはなんだ。ランキング、リーダーボード。なんか掲示板によると、やたらポイントの高い人がいると言ってましたが。開発者の人かな。さあ、早速、始まりました。上のこのドクロなんだろうね。時間か何かかな。さあ、通常攻撃。うん。ちょっとやそっとや倒せませんね。4発ぐらい倒せる。まあ、これくらい強い方が、育成の試合がありそうだね。Q 使ってみようか。使ってみたら、なんか毒攻撃みたいになりましたね。はい、ありがとう。勝てこいつ。ドロップ品は勝手に回収されるのかな。吸い寄せられますね。スキルはもっと ASDF のが楽だと思うんだけどね。変更しようか。この適当なキーに割り振った後、割り振れる。差し替えができないんだね。現状は。次はエース。暗い。アイスボルト、おっと。バリア動けない。一定時間ディフェンスか、これは。うん。レジスト。強力な攻撃とかはね、これ回避するんだな。そう、上の数字が溜まってますね。敵を倒すことで。現在33。オートアタックだけど、これ攻撃中に移動するとどうなる？攻撃キャンセルになっちゃうかな。これまずいぞ。数が多い。やられそうだ。うら。ポーション使ったけど、全然回復になってない。お？これなんだ？なんか今回復を得てますね。なぜ回復してるんだ？これはポータル。どなた？マップ見てみようか。M でマップ。これはシティマップだね。ダンジョンのマップじゃない。ダンジョン、ブラックスミス、オークションハウス、スキルリロール、ジェムフォージ。ジェムの加工かな？アリーナマスター。PVP あんのかな？ボスキーズはまだ未実装である。で、また上の数字がリセットされてますね。100になるまで粘るとかね、した方がいいのかな。そうすることで何か起きるのかもしれない。
あるいは残りの敵の数かな。マップ上にいるね。スキル使ってはいるが、マナも使うんだよね。クールタイムもあるし。ただし、現状間に合ってるかな。マナは。まだ足りてる状況だ。ほら、とりあえず A の技が強い。集団に強いぞ。暗い。あー、やられた。復活すると1の耐久性を失う装備品かな。ちょっと一回戻ろう。現状まだまだ強い敵や。レベルもなかなか上がりませんね。結構倒してんのに。アイテムは500種類まで持ってんのかな、デフォルトで。まずは鍛冶屋行くんじゃないかな。これだけ弱いということはね。ブラックスミス。左下にチャットもあるんだね。トレードプライベート。そのブラックスミスに来ましたが、現状は何も作れない。リペア。いかんせん装備がないからね。これは作るためのものじゃないね。やっぱりダンジョンに潜って見つけるしかないな、装備品を。クエスト。何かを達成することで報酬が得られそうですね、これは。なんか達成したクエスト。これで何がもらえるんだ？トロールを25体。50ベーラーポイント。これは何になるの？クライム。街で受け取れる。街に戻らないとダメっぽいですね。さっき体力返しましたよね。一定時間待機することで回復力が増すんだ。これは重要ですね。背景はゼルダ地区のはいいんだけど、主人公が現状いかんせん。見た目が寂しすぎるよね。動いてもいいんだ、この回復は。レベル1メイジ。これはロードアウト4つまである。経験値あった。結構渋いぞ、このゲーム。初めてのドロッピン？同じ装備だけど、内容が異なる。右側が、でも、こっちはストレングスがマイナス4。なんでこっちの方がストレングスが高いんだ？マイナス4ってデメリットだよね。デメリットがついてんの、この装備に。ということなのか。あとこれも入手したけど、これの用途はまだわかりませんね。これ耐える。なんか、攻撃反射した今。氷は実は反射能力がある。当たってる。ジュ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 って。これ強かった、実は。強い。なんと、ライフも回復できるし。さあ。来た？ついに。ともきまた、同じスタッフ。これは、インテレクトがプラス5。ブリンクになってますね。フロストボルト。DPS は変わらないが。ロードアウト切り替えって何キーだ？ファンクションではないな。いや、実は変わってる可能性もある。ギアプリセットこれだ。これ数字にしよう。プリセット2を、この新しい装備。これで1と2で切り替えができる。これプリセット切り替えると、クールタイムもまた初めからですね。カウントが。で、こっちの方が多分ちょっと強いんだよね。インテレクトがプラス5だから。魔術関連じゃないのこれは。アディショナルダメージ。ダメージが上がる。で、ブリンクは多分ワープかな？テレポート。で、フロストボルト。これはどんな効能か戦ってみよう。内容によってはさっきの氷の方が強いんだろうけど。敵を凍らせられるんだ。耐久性減ってますね。初期武器は耐久性ないんだね。アシッドアローにマルチショットが使える。これにより、経験値。これ、アーチャー用の経験値か。まだ0になってますね。1500分の0。これを1に変えると、明治用の経験値になってる。そういうことか。好きなのあげていいんだね。強い。一発は強い。かなり強いよ、こいつ。今んとこ。連射力も高い。ご覧の通り。技がね、ご覧の通り。すげえよ。なんか破壊力は全然違うんだよ。一応他の施設見てみましょうか。オークションハウス。現状こういうものが売ってますと。これがお金のようだね。売ることもできるけど、このいらない杖で売ってみようか。オークション1で売ってみる。手数料が取られるっぽいんですが、1の場合どうなるの？ここでジェムがクラフトできますと。現状何も持ってないからね。さらに、スキルのリロールができる。どれくらいお金かかるんだ？ガラクタを使うっぽいね。で、ロックも可能だね。お好みのものが出るまで。一回お試しやってみようか。この杖のリロール。リロール。どうなった？アーケンエクスプロージョン。初めの武器の技がついたっぽいな。これでいいか。レベルアップ。ようやくレベルが上がった。レベルは上がったが、今んとこ特にステータスが上がった程度か。これでどれくらい楽になったかだよね。ダメージ買ってないな。ちょっとやそっとでは上がんないって話か。そうだ、報酬もらいましょう。何がもらえるんだ？何もらったの？次はトロール50体倒すとか言われたんだけど。なんか、カレンシーでももらったのかな？ダメだ、成長が感じられない。さらに報酬、50体倒した。
50ベイラーポイント。50ベイラーポイントを何に使えるんだ？ 50 ベイラー。そのポイントはどこで確認できる？この育成の仕草を何とかしたいんだが。エンハンス。何かを犠牲にすることで装備を強化できる。ウッドゥンスタッフ。ああ、さっきの売らなきゃよかったかな。なんか合成できた可能性あるね、これ。このリペアは無料かな？序盤は無料なんですかね。で、リペアしても耐久最大値は減るとか、そんなことなさそうだね。ついに、近接武器。ちょっと使ってみようか。まずは普通に殴るが、まあ、ぼちぼちかな。S はリープか。リープアタック。お、どうだ？移動は素早いね。さあ、ステージ5で、ここに入るとクリア。特にボス敵はいませんでしたね。で、クリアしたけれど、報酬はいっぱいもらえそうだ。しかし、この謎ポイント。ベーラーポイント。これなんだよ、これ。エンハンスしてみようか。これを元に、これを合体してみる。すると、プラス1。プラス1になったらどうなった？アディショナルダメージ。プラス8。これ強くなったんじゃないの？これはいいかもしれないね。この仕組みは。相手売らない方がいいな、こりゃ。ベイラーリーダーボード。あ、これか。ベイラーポイント。今のところランクのみなんか使えるわけじゃないのか。で、このステージ1だけでもね、上位の装備落ちる確率あるんだよね。全然落ちないで。それぐらい渋いんだな、このゲームは。もっと強くなれば、一気に大量に倒して、で、効率も増すんでしょうけど。さあ、新たな杖は、ダメージが50まで上がった一発が、確かに、効率上がりますね、こりゃ。24アディショナルダメージ。元が41ぐらいのダメージだったから、ちょうど50。確かに計算合ってるね。この追尾なんかね、強いんだよな。画面外の敵を倒してくれる、勝手に。マナーに余裕があれば、最強かもしれない。これよく見ると、成功率ありますね。70%。数字が上がるほど成功率が下がるんだ。それでも、上げざるを得ない。失敗すると下がるの、これ。マジで。これ厳しいな。きた。初めての鎧。しかし、なんか汚れてますね。アンラッキートレーダー。あまり価値はないのかな。鎧じゃなくて、マントか。スタミナにクールダウンリダクション。20% って結構でかいんじゃないのでも。さらに来たよ。鈍い。一気に来たね。しかし、スキルはなしか。能力がいっぱいついているけど、ストレングスはマイナス。魔法用だね。プラス1がどれくらい効能があるかですね。ラステッドチェスト。これは強いけど、ストレングス用だな。戦士向けですね。鎧もこれ、ロードアウトに設定する必要あるんだ。見た目もようやく、マシになってきたね。上位の弓来た。ノービスボウ、DPS が上がる。しかし、クールダウンリダクションレーティングマイナス10。アジリティはすごい上がるな。で、お試しで合成してみたいが、なんと、同じ武器じゃないと合成できない可能性ありますね、これは。バンプリックストライク。これライフ回復できんじゃないの？そんな気がする。鎧も合成できるっぽいね。であるならば、合成しよう。合成することで、ヒットポイントにマナキャパシティ、最大値がアップする。あと、サルベージするとどうなるんだ？ガラクタになるんだ。ここはダンジョンっぽいね、見た目が。新しい出来だ。数多いぞ、今までないくらい。一体一体はね、あまり強くないんだけど。これ厳しいね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。